ご覧の皆様、こんにちは。この動画は2025年6月14日、京都市国際交流会館にて行われた藤原直哉先生の講演会を収録したものです。主催者はマルーシュカローチョコレート専門店。テーマは初めての京都ガイド、ようこそ東のエルサレムへです。東のエルサレムとは聞き慣れない言葉ですが、藤原先生はよく京都は東のエルサレムであるとお話しされます。その言葉の意味を深掘りしてじっくり先生からお聞きしたい、そんな主催者の10年にわたる思いが実り、この講演会は実現したのですが、それは中東でイスラエルがイランを攻撃し、イランもそれに応戦した2日後のことでした。前回に続き今回も講演会の冒頭で参加者の皆様に当店のローチョコレートを召し上がっていただきました。神々の食べ物と呼ばれたカカオの恵みをありのままお届けするため、ローチョコレートの手法で丁寧に手作りしています。こちらの QR コードもしくは動画の概要欄からご注文いただけますので、ぜひ皆様も一度ご賞味くださいませ。また今回もウクレレソリストの高橋茂俊が駆けつけていただき、先生のお話の後でウクレレの生演奏を披露してくれました。京都の山々に静かにこだまするウクレレの美しい旋律と音色をぜひお楽しみください。東のエルサレム、京都、それは全ての神々が平和に共存できる場所として生まれ、そして1000年にわたり発展してきたといいます。そんなお話がご覧の皆様に何かの気づきになれば、主催者としてそれに勝る喜びはございません。皆様こんにちは、藤原でございます。過分なご紹介いただきましてありがとうございます。そして今日は本当にですね、お足元の悪い中、蹴上げまでお越しくださいまして大変ありがとうございます。私もですね、実は京都藤原学校っていうのをもう何年やって25年ぐらいやってますかね。よく歴史のお勉強をするんですけども、娘は西洋寺に住んでます。市内のファッション風呂敷屋に勤めておりましてですね、よく来るんですけども、いいとこだなと前から思っております。で今日はですね、本当にさっき東のエルサレムってことがございましたし、その時局もどんどん動いておりますので、これからの日本の役割っていうことを含めてですね、ちょっと考えたいと思うんですね。イランとイスラエルで弾の撃ち合い始めましたけども、戦争という言葉をよく使っております。あれは戦争じゃなくて片付けっていうんです。イラン、イスラエル双方のテロリストの片付けです。だから戦争にはならないと思います。だからその片付けられる連中が戦争にしたいと思ってるんで、だからこの10年みんな取り潰してですね、戦争にしないようにして、しかもネタニヤフまでとっくの昔に偽物になってますから、その後ろのとんでもないやつだけ残して、今片付けやってるんですね。だからイラン側、それからイスラエル側、もちろんアメリカ、イギリス、ヨーロッパにも片付けられる人間がいて、で日本にもいます。日本の片付けも始まってるんですよ。この間アメリカの情報長官がですね、広島に来たのご存知ですかね。広島に来て何て言ったかっていうと、もう核のない世の中にしなければいけない、核のない世の中にしなきゃいけないっておっしゃいましたですね。実はあれがトランプの本音なんです。だから今そういうことやりそうなやつ、イランもイスラエルもあれ片付けてるんです。でこの時にアメリカにも核兵器でも撃ったらみたいないるんですね。これをちょっと浮かび上がらせちゃって、これから多分大掃除になると思います。アメリカの国内も大掃除いたしますから、はっきり言って、皆さんそんな大きな心配いらないと思います。でそもそもですね、戦争やってるのは金目的にやってるんですよ。戦争で金儲けをしよう。で一番最後その連中を一番確実に滅ぼす方法は金を紙くずにしちゃうことなんです。わかるでしょう。金を紙くずにしちゃうと、あいつらいよいよ何もできなくなりますから、それが一番最後に来るわけですね。そういたしますと、今のアメリカの史上最大の借金も紙くずにしちゃえばもうなくなるわけでございますから、全て丸く収まらないことでございまして、ここにいらっしゃる皆さんはそんなにドルとかね持ってる人いないと思いますけども、ああいうものはですね、大体終わりでございます。
ですからそんなに難しいことをやってるわけでもございません。で問題はその後の世の中づくりというこういうふうになってくるわけでございますが、そもそもですね、もう私も最近海外の様子も日本の様子も見ていて思うんですけども、やっぱり何を信じてるかでですね、人の未来国の未来が本当に変わると思います。人ってですねその長生きしていらっしゃいませんので、せいぜい現役で30年ぐらい普通ですよね。その間が例えばグローバリゼーションでありましたら、グローバリゼーションで成功することがその人の夢であり家族の夢であったりいたします。あるいは中国の共産党みたいにですね、階級の階段上がってってね、共産党偉くなることが幸せってことになりましたら、皆さんそれを30年ぐらいずっとやるわけでございますから、その階級を上に上がることが素晴らしいという、あるいはその入り口として例えばあんたね、どっかの国でもね、あんた一番幸せになるのにどうしたらいいか分かるか。それはな、ハーバード大学に入学してらな入学してね、でグローバル企業に勤めて、それで年収いきなり2000万から始まりますから、2000万もらって、で5、6年勤めたらね、それで金も貯まって人脈もできるから自分の会社を作って、で国に戻ってきて国でそれを広げて億万長者になれと、そういうことを普通にやってたのがこの30年ぐらいでございますから。だから30年で長いような短いようなもんで、親もその気になって子供もその気になってやっておりまして、今何が起きてますでしょうかね。みんなチャラ、全部チャラ、金も紙くず、共産党も紙くず、それからハーバードも紙くず、何もなりません。医者ね、日本の医者はね、なんていうかそんなに激しくないですけど、やっぱアメリカの医者はちょっと特別でございましてですね、とにかくお金儲けがね大変なんですよ。もう人たちは何のためにその医者やってるのかっていうぐらいで、ここに製薬会社とか政府とか、みんな学者がくっついてございましてですね、とにかく医療で金儲けをすると、人を病気にして金儲けするね、保険会社もそうですね。もうそれがね度越してるわけですよ。ああいうのはちょっとあそこまではさすがに日本はできませんわね、ある程度あるにしても。でこれもね終わっちゃったんですね。トランプ政権で終わりにいたしましてですね、例えばですね何が変わったかっていうと、そのアメリカの例えば医療健康の話はですね、アメリカの製薬会社ってですね、薬作ってるんですけども、アメリカの人口って3億人ぐらいしかいないでしょう。で世界の人口80億おるでしょう。そうするとね、たかだか3億人いっただけじゃ儲かんないのよ。80億に売らなきゃ儲かんないわけね。これでアメリカ国内で高く作って高く売って、そして海外に安く売ると、で貧しい国にもどんどん売って、で量を稼ぐと、こういうビジネスモデルになってるんですな。だからアメリカ国内では高く、世界には安く、だから日本やヨーロッパには結構安く入ってくるんですよ。我々見てね、やっぱ薬高いと思うけども、でもあれアメリカに比べたらえらい安いんです、同じものがですね。その人口の関係でそうなってて、でそれをトランプ氏はですね、アメリカのその製薬会社の薬価を3割から8割引き下げる、平均 59% 引き下げるんですね。どうなると思います？薬は倒産です。間違いなく倒産です。薬だからもう来なくなります。作れないし来なくなる。いやだからこれから本当にですね、西洋薬なんかまず簡単手に入んないですよ。今の米はまだね、ココ米とかね、ココ米とかですね手に入りますがね、薬ってやっぱできないんだね。結構賞味期限って決まってて、賞味期限過ぎるとね、あれ本当効かないんだね。ただのなんか脂肪の塊のようになっちゃってですね。いやだから薬はココ米ってできないから安く売るわけにもいかないし、いや本当薬ないんですね。とね、今の日本の先生たちを見てくださいよ。病気調子悪い、診断の検査して診断して、診断名ついたらお薬出して終わりでしょ。それが治療でしょ。お薬出なかったらどうやって治療します？それは当然 CS60 ですよね。はい。いや本当に冗談抜きにですね、西洋薬が手に入んなくなるんですよ。でそれだけじゃないんですよ。そもそもね、西洋薬って今どんなふうに作られてるかっていうと製薬会社が開発するわけですわ。でこの薬効くの効かないのと違う時に驚くなかれ今ですね、薬が効くか効かないか実験しないで通しちゃう。偉い学者さんがこれ効きますよってね、有名なねその医学雑誌に論文載っけると、それだけで通しちゃう。それが例のワクチンなんかそうですね。
副作用でなんだ効くの効かないの関係なくですね通しちゃう。でたらめなんですよ。それでもうこれもトランプ政権で変わりまして、効くか効かないかのね検査やらないものは一切認めないってわけ。効くか効かないかの検査の実験やらないものは一切認めない。だから安全性が確実に担保されないものは安全であると科学的に断定できないものは一切使わせないって言ってる。薬もだけじゃなくて食べるものも添加物もほとんどなくなっちゃいますよ食えるもの、それから飲む薬、すごいですよ。だからねトランプ政権の中でね、私は車の関税とかありますがね、所詮車はね高くて買う人いますから、一番影響大きいのは薬と食品だと思います。もう今までのもの使えなくなっちゃいますよね。だからそれを考えるとですね、いかにこう有機的にねこのオーガニックな世界で幸せになっていくか、危険な薬品とか使わないでね幸せになっていくかって話になりますから、それやっぱり世界で一番進んでいる国は日本でございますよ。日本人ってですね実は発明家が多いんですね。CS60西村先生もそうですけども、いろんなところに発明家いらっしゃいましてですね、その発明家の周りだといろいろ面白いことをたくさんやってるんですね。放射能微生物でこの分解するとかですね、そういうことやっぱ結構あちこちあるんですね。ところが学者が一切論文書かないわけね。そんなことありえないっつって、あるだと消えてんじゃないか、どこ調べたってないじゃないか、ありえないってわけですね。ですからその学者が世の中の進歩を止めてたんですよ。学者が進歩を止めてたのね。でその学者を全部抜けばですね、それは進歩一気に現実化しますよ。要するに使ってみて副作用なく効果あったので OK なの。学者が強く言う必要はない。でトランプたちはね学者のことをこう言ってるんですね。あんたらは後ろでけんけんがくがく議論しとけ。カンカンがくがくじゃないですよ。けんけんがくがく議論しとけってね。なんでけんけんがくがくかっていうと、よその分野の学者とよく話をしろってわけですよ。一番学者が嫌いなことね。例えば原子力の問題だったらですね、原子力学がやってるこれね、土木だとか生物学だとかそういう人たちと一切話しないで勝手に決めるでしょ。日本の学者はやっぱ全部縦のライン、これダメだと、異なる分野とね話しろ、喧嘩になるに決まってるんじゃないですかね。こんな全然議論の前提違うから、だからけんけんがくがくなんですよ。だから要するに学者が後ろでね喧嘩させとけってことなんだね。もう付き合いきれんから学者は後ろで喧嘩させとけと。でうまくいくものをみんなで使いましょう、こういうふうに頭切り替えちゃったの。だからもう学者が世の中の進歩を止めることはないんです皆さん。すごいでしょ。効くか効かないか、副作用あるかないか、そこですよ。そこだけ見ていけばいいんですよ。どれだけ世の中が変わると思います皆さん。いやだから UFO の話もね、実はあれは確かに目の錯覚かとかなんか光が当たってるって話あったから、みんな半信半疑だったんだね。ところが数年前ですね、アメリカの国防総省がはっきり言ったんですよ。あれは物理現象であると。物理現象である、単なる錯覚じゃない、光じゃない、実際に物理現象であるということをね言いたんですよね彼らがね。なんか証拠もあるんでしょうな。ということは物理現象ということはですよ皆さん、それこそ重力発生装置みたいなものもこの世にあって、それで動いてる可能性があるわけですよ。少なくとも我々重力発生装置なんてねあるものあんまり聞かないもんね。なんて思ってたらですね、あるお医者様が反重力を利用した健康増進装置をお作りになったんだな。辻橋先生ですよ。もうね先生ご解禁になりましたが今こうやって喋るんですけどね、人間の体の中にね重力を感じる部分があるんですよ。どっかそこちょっと騙してやるの。ちょっと騙してやってその重力をね影響をね少なくように感じさせるんですよ。そうするとね健康体戻ってくるんですよ。精神と体が両方リセットされて健康体に戻ってくるんですよ。お作りになられましてね、いやだからね本当に世の中にすごい人たちいらっしゃるもんでございますよ。だからそれはねこれからもっとこう人々に広がると思うんですけども、それとは別にだから宇宙船みたいなやつですね。本当のことよく分かんない。だって月だって全然分からない。月着陸が片っ端から失敗するわけですよ。どうしてあれだってさ、
重力分かってたらさ、重力に合わせてね推進力やらそんな激突なんかしませんわな。あるいはそれがマリみたいにしといてね、弾にして当たったら跳ねるようにしたらいいじゃないね。だから何とでも着陸させる方法あると思うんだけどね、月の表面なんか誰も住んでないわけだからさ。ところが何回やってもさ、船壊れちゃったとか重船壊れちゃったとか言って通信取り付けるんだね。よくわかんない。誰かあれ取り潰してるんですかね、こんな野郎ってさ棒で叩いて壊してるんですかね。だって誰もいないんだから、重力一応計算で分かってんだからね。その通りやな、降りますわね、平らでないところに降りる方法ねいくらでもあるんだからね。よく分かんないんですよあれはね。まあこれから全部明らかになるんでしょうけども、とにかく学者が止めていた世の中の進歩が終わって一気にいくっていうことです。で実はですね、この話はね結局ね物質文明の最後の姿なんですよ。これは政治経済と絡んでくるんですけども、もともとですね、人間っていうのがこう生まれまして、狩猟経済採集経済やってございますよね。そこに今度農業が入ってくるわけですね。農業って実は素晴らしいことでございまして、食べるものが自分の庭先にできるということでございますね。基本的に世の中はそんな甘くなかったから食べるものは自分で取りに行くわけでございますね。移動しながら取りに行くとですね、やっぱそれはついてこれない人はそこでもう人生終わり。生まれた子供をついてこいと、死にそうな年寄りもついてこいと。だからもう始めもなく終わりもなくひたすらこうさめよってますから、さめよっていうか移動してますからね、その都みたいなものはなかなか作れないし、それからその歴史もなかなか刻めないんですよ。みんなこの歩ける時だけ歩いて歩けなくなったら終わりですから、なんか積み上げていくってことなかなかできなかったんだね。で今日ね、半導体の技術者とか相手の技術が素晴らしいと言われますが、それは一番素晴らしい技術者は農業技術者だったはずですよ。だってね、自分の庭先にですね食べ物できるってわけですよ。バカこけどなんでうちの庭先に食べ物できるんだと、こんなの取り入ってた時代ですよ。信じろと、ここに俺がですね麦を作ってやる、何作ってやると本当ね食べ物が出てくるわけだな。これね手品みたいなもんでございましたと思います。最初はなんでこのうちの庭先に食べるものができるか。食べるものはあっちにあるのに自分の庭先にだよ。何もないとこなんか養生帳とやるとですね食べ物ができる。手品じゃございませんか。いやこのようにだから最大のですね技術者は農業技術者なんですよ。どれだけすごいかったかっていうと、日本の古い本を見ますとですね、農業をやる人はね神と言われてるんだね。農神、農の神なんですね。でもともと日本はだから農の国と言われるんですね。農業の国として育てていこうということでこの5000年ぐらいやってるわけですな。非常に重要なことでございまして、だから農がしっかりしないとですね食べ物がないですから、例えば技術者とかなんかも商人なんかも誰かが作った食料で食料を取ってるから技術の職人技もできるし商業もできるわけで、みんな自分の食べるものしか作れなかったら文明発達しないんですね。だからやっぱり農業生産量が上げればですね、それはやっぱり社会は発展しますよ。だからそうやって日本も世界も発展してきたんです。農業生産力を上げることで他の仕事ができるようになって、で豊かになってきたんですよ。だから農業は基本中の基本なの。これはですね言ってみれば神からの恵みですから、これ必ず信仰っていうのが入るんですね。物質的にはなかなかいかない。でいろんな信仰が世界中あるわけでございますけども、さてそれがそろそろですね、本当にあんたその信じてることが正しいのと言われ始めたわけですよ。例えばですね、中国共産党ってありますね。これ面白い指定が出ましてですね、チベットも中国の共産党の支配下でしょ。要するに中国共産党版のチベット仏教にしろというですねお達しがずっと出てるんですね。そのチベット仏教の中国化というんですね。何それはっきり言って、あれダライラマとか言ってですね、仏教だからね仏の道でしょ。ところがそれダメなんだと、習近平を神にしろってことでしょ。あれね仏にしろと、習近平を拝めってことなんだ。めちゃくちゃやりますよね。でそういう変なやつもあるし、そういう変なやつじゃなくて真面目にやったってね相当今みんな大変なんですよ。例えばですね、この世は
最初から最後まで善と悪との戦いだっていう教えをやってるとこあるんですね。最初から最後まで善と悪との戦いである。自分が善の側につくか悪の側につくか死ぬ時に分かる。だから怖いから善の側に立ちたいからひたすら悪をやっつけまくるわけですよ。悪に対して勝ったら俺が天国行けると思いますから。でもねそれで嘘なの。日本の古いね書物とか見ますとですね、富士古文献ってあるんですね。あれ多分一番古いんだと思いますけども、この世の成り立ちのことが書いてあるんです。大宇宙がどうやって生まれたかはっきり書いてある。それはですね、何にもない世界から始まる。大宇宙と称する何にもないところにいきなり点が現れる。星が現れる。星がうんと明るくなっていく。でどんどん明るくなって輝いていく。これがこの世の始めなんです。悪なんか一つもないの。悪なんか一つもなくて、ただひたすら明るく暖かくずっといくんです。うんと長く間それが続きました。でそのうち神様がですね、物も作ってみたいと思うんですね。物質世界も少し豊かにしてみたいと思う。こっからね大きな物語始まるんですよ。精神世界だけだったらそれは悪もない善もなく悪もなく、ただひたすら輝いてるだけでございますから、もう完璧な一元ですけどね、物を作ったところ生んだところからドラマが始まったんです。物ですから光と影が必ずあります。上と下右と左、重い軽いが出てくる。だから物の世界をどんどん発展させると、要するにそこから善と悪みたいなものが生まれていくんです。表と裏、二元論って言いますけど、これはね物の世界が出てからできることなんですよね。でその物の世界をどんどん発展させて、一番最初神様たちはですね、とにかくこの世の中で物も発展させるってやったからゴミだらけになっちゃったんですよ。この世がゴミだらけになっちゃって、要するに汚いものだらけになっちゃった。そこでちょっとこれはいかんということで神様が一回大掃除をするんです。これが例のノアの箱舟洪水なんです。全部流しちゃう。でもそれだけじゃなくて、この後にですねお祓いっていう機能を入れるんです。お祓いという非常に重要な機能が宇宙に備わるんです。それはですね、悪をいつも浄化するというシステムがこの世に入っていくんです。だから罪汚れはいつもその浄化される、このシステムが入っていくんです。ノアの箱舟構造にあと。だから皆さん今ですね、こんなことやったら地球が壊れるとかご心配なさる方いらっしゃいますが、何のご心配もいりません。地球は壊れません。人が壊れるだけです。そういう人が流されちゃうだけで、地球は一切壊れません。すなわちですね、あれはすごいんだよな。お祓いの機能っていうのはいつも掃除をしてるってことなんですよ。この世は、宇宙はいつも掃除してるから、どんなにドタバタこの世で物の世界が大暴れしても何ら心配ないってこと。物の世界のデタラメが宇宙を壊すってことない。全部お祓いで流しちゃうから、こういうことなんですよ。ですからこれはすごいことで、ですからなんて言いますかね、悪と言われるものは所詮は物の世界が生んだゴミなんですね。もともと悪なんかないんですよ。チリアクタというぐらいのアクタと同じでございまして、もともとだから悪なんてのあるわけじゃなくて、それはゴミがたまったらそこに悪神が宿ったよ、ここに氏が湧いたよみたいなもんなんです、はっきり言って。だからそのたまったゴミを全部きれいに流しちゃったら悪はどこにもいないんですよ。これが真理なんですよ。でこの真理がなかなか世界の人は理解してる人がいない。最後まで善と悪との戦いって言ってんから、もう死に物狂いの戦いになっちゃってですね、見てください、この2000年3000年もとにかく終わらない。悪の宿るところを掃除しちゃえばいいんですよ。だから金だったらドルとか全部やめにすればいいわけ。こんなものがあるからそこに悪が宿るんだから、ドルとか全部なしにすればいいわけですよ。変な国とか全部なしにしちゃえばいいわけ、こんなものは。ね、国の予算をでたらめに使って悪がはびこるわけでしょ。予算も全部国もやめちゃえばいいじゃないですか。これがお祓いなんですよ。でも世界に立ってお祓い結構知らないんだね。知らないですよ。試しに誰か聞いてみてください。誰も知らないと思いますよ、これ。ピュリフィケーションとか、エコロジーって言葉知ってますけども、
いやあれはねほんの些細なことでございますから、こういう大宇宙のってなかなか皆さん知らないですね。でもう一つなんですよ。お祓いを入れたと、もう一つはもう一回ノアの箱根講座へ来るんですね。もう一回で、2回目は心の世界のお掃除なんですよ。1回目は物の世界の方を全部流しちゃった。2つ目は心の世界の方の大掃除なんです。心が歪んでるともう生き残れない、流されちゃう。これが2回目なんですよ。で今がその時期なんです。で2500年ぐらい前にね、それから2500年とか3000年先にこういうことがあるからっつんで何したかっていうと、人々に改心をさせなきゃいかん。ね、その歪んだ気持ちだと言ってみれば地上天国もあの世の天国も行けないからね。これじゃあもう一回その心がダメだからってわけで神様はねもう鳥肌になっちゃうから、それはみんな鳥肌になっちゃうとかわいそうだから、少しは皆さんですねこの世の真理を悟ってね、でまともな発想まともな行動をしてくださいってわけですな。それで生まれたのが宗教なんですよ。で宗教は各土地各民族ごとに考えてることやること違いますから、ですからこれがですねさまざまな形になるわけね。仏教キリスト教イスラム教神道その他ね、要するにそれぞれの人たちが漏れ落ちることなく誰でも感化できるようにっていうことでこの宗教を作ったんです。だから今我々はですね本来地球上全員が素晴らしい発想と行動になってはいけないはずなんです。もう2500年前から宗教とかやってるんでしょ。キリスト教でもユダヤ教でも。私に言わせるとあんたら何やってきたの坊さんたちって感じですよね。どうはっきり言って2500年前から聖書だ、コーラはもう少し安らしいですけどね、聖書だなんだかんだやってですね、祝詞とかやってですね、今あんたらの信者どうなってんのって言いたいですよね。2500年やってあんたらの信者一体何をやったのかねと、もうこんな怠慢ないですよ。であれですね、その出口直とか出口直だな、あれ大本のあの人の予言がありましてですね、いや今私言ったことも今から150年前に言ってんのね。もう150年は明治の中ぐらいにもうそういうこと言ってるんですね。俺はもう改心しなきゃいかんぞと。でもじゃあどれぐらい改心ができてるかっていうと100人中3人ぐらいだったんだな。改心するのは100人中3人ぐらいだったんだね。いやそうか、じゃあ97人はなかなか改心まで至ってないのか。いや97人が死んじゃうって意味じゃないですね。死んじゃうって意味じゃなくて、今回はその人を殺すんじゃないですから、その改心ができてるのが改心ができてこの未来を作る用意ができている人が100人中3人ぐらい、そんな意味で考えていただいていいと思いますよ。でもね100人中3人で随分少ないように思うけども実際にはすごく多いんです。今日本は1億2000万人ぐらい人口おりますでしょう。それ10% で1200万で 1% で120万でございますから 3% で360万なんです。360万人覚醒した人がいたら日本なんか簡単に変わりますよ皆さん。アメリカは3億5000万人ぐらいでしょ、人口量でしょ。あれ 3% つったら1000万超えますよね。いや十分なんです。3% も覚醒した人がいたら世の中十分変わります。私なんか平成の頃からこういう仕事をしてますから、ほとんど一人二人の時代からやってるんですよ。新しい農業もそうだしね、観光もそれから健康も本当一人二人からやってますからね。360万人も同志がおったら昼寝してでも大丈夫だよ。本当みんなにあれこれと言ってさ、もうね泳いででもいいわな。本当それぐらいのもんですよ。だから実は全然心配いらないんです。何の心配もいらなくて、で目に見えないだけですこの人たちが、それぞれ皆さん動いてるんです。ですから自分がより近くそういう人たちの世界に近づけるようにね、自分が努力すればいいことで、だからそういう意味で世の中の言ってみれば未来づくりの基礎はすでにもうできてます。で邪魔していた悪党どもですね、要するにゴミの中から生まれた悪神の世界、これはもうとにかくトランプが10年前から潰してきてるんですよ。本当はその前もあるんだけども、体系的にやったのが2015年ぐらいからで、トランプが大統領選挙に出るって言ったあの頃から本格的にその世界のディープステート悪党どもの退治が始まるわけですね。
でこれがもう10年経ちまして、一番最後の今片付けなんですよ。イランとイスラエルは両方悪党がおりましてですね、これつるんでるんです。マッチポンプでつるんでるんです。この最後の片付け今やってるんですね、あれね。この最後の片付けが終わればですね、大体これで地球上のひどいのはもうほとんど全部終わりでございますから、あんまりもう心配はいらないと思います。ちなみにですね、これディープステートっていう一言言いますけどね、私も本当にね面白いなと思うんですけども、私ディープステートで働いたことあるんですね。ご存知でしょうね。私本当不思議にいろんな仕事してるんですよ。学校出てから、メーカーも行きましたね。メーカーの現場の仕事をしたし、から営業もしたし、役所も2年間ぐらい勤めてるんですよ。霞が関のね、霞が関の中で2年間ぐらい働いたことありましてですね、あの人たちサンダル履いて仕事するんだよ。サンダル履いてね、中央省庁はサンダル履いて仕事をしたことありますし、アメリカのウォール街の会社行ってですね、金融テクノロジー勉強したことも仕事したことありますし、それからスイスの銀行ですね、いくつかありましたけど、バッキンガム宮殿のお手元金やってる銀行があるんですよ。あれディープステートの真ん中中の真ん中銀行だろ。あそことも随分仕事したんですよ、私。いやだからね、あいつら何やってるかってね、結構肌感覚で分かるんですよ。肌感覚で。で前からなんか変だなと思っててですね、やっぱりあいつらも自分の金ばっかなんだね。昔も多分そうなんだよ。昔からそうで、ひたすら自分の金ばっか、欲の塊なんだと思うんですな、あれ。昔からだったと思うんですよ、もう振り返って考えれば。で私だからもうこれもどうもならんと思ってね、だからこうやって自分でやってんですけども、さすがにウォール街だとか、そのバチカンとかバッキンガム宮殿とかワシントン DC とか、ああいうディープステートの巣窟がパッとなくなるっていうのは難しいなとずっと思っておったんですね。だから、とにかくああいうところに皆さん近づかない方がいいですよと、こんな世界だからあんなもんまともなところじゃありませんよとかずっと言い続けたんですけども、あれが目の前でなくなるっていうことはちょっとイメージなかったです、正直言って最初。ところが2015年にトランプが大統領選挙に出てくると言いましたでしょ。あの人変わった人なんです、昔から。その変わった人で、ニューヨークの真ん中にですね、近畿的なビル建ってですねでテレビに出てきて、そのうち俺も大統領で見たら言うわけですな。なんか吉本系だったね、吉本系で、みんなあれだプロレスもやんだよね、プロレスもね。だからそういう人だと思ってたらさ、あれいきなり大統領選挙に出るって言い出したわけです。みんなたまげたと思いますよ、お前冗談もいい加減にしろと。当時ヒラリー・クリントンまだおったからね、ヒラリーだろうなってみんな思ってましたよ。ヒラリーの悪事も今みたいに暴かれてないからね。いやそしたらですよ、そのトランプの話を聞いたらですね、彼がねその大統領選挙に出る時にすごいこと言うんですよ、あれね。要するにワシントン DC から権力を取り上げて人々に戻すと。で彼の最大の標的はウォール街なんです。聞いてると分かるんですよ。これやったらウォール街潰れるっていう政策が並ぶわけ。ああと思いました。これあいつ本気でやるぞと。本気でディープステートを潰す気だぞと。ディープステートは厳然としてありますから、いや皆さんないって言っているけども、働いてるやつ日本人だってたくさんいるから黙ってんだよ。本当黙ってんだって。ディープステートで働いてたやつ、私ぐらいのもんだよ、私働いてましたってね、はっきり言うのは。大抵怒られるの嫌だから、金抱えて黙ってるだけだから蹴飛ばしてですね、吐かせりゃいいですよ。お前何やってたってですね、たくさんいますから日本だって。日本人優秀だからあの世界も結構いるんですよ実は。でだけどこれ絶対持たないと思った。トランプこんなことやったら本当に潰れると思いました。で10年経って本当に潰れちゃった。はあすごいと思った。政治経済には絶対ってことがない、外交絶対ってことがない。壊れる時一気に壊れていく。本当にそれを実感した10年でございました。でよくやってますよね。いやとんでもない連中、本当に嘘ばっかですから、ひたすら嘘800だからね。もともとそういう文化な人たちですからね。個人的にはねとんでもないやつばっかりじゃなくてまともなやつもおるんだけども、組織の文化が嘘800なんでね。だからあの世界に入ったら嘘800しかないんで、でもあれを本当にここまでキリキリまでさせて、一番最後ね今イランと、イスラエル、あれがディープステートのテロリストの拠点なんです、あそこ、あの2つあれいよいよねもうぶっ潰しちゃったんで、
で俺この間だからさっき言ったように広島に来たでしょ、国家情報長官が。今日ですよ、イスラエルとイランの核施設が爆撃されてますからね。こんなことしちゃいけないよってちゃんと事前に日本に来て言ってんだから、次日本から始まるんです皆さん。で最後の片付けの時にやっぱりイスラエルの方に一番とんでもないのがおって、ここに核ミサイル撃ち込もうって話があるんですよ。これ30年前から私聞いてるの。ロシアが一番怒ってて、イスラエルについてね、あの悪党どもって昔からカンカンに怒ってて、俺が最後に仕留めてやるぞって話30年前から聞いてるんですよ。イランとイスラエルでミサイルの撃ち合いが始まる。そのうちイスラエルは今見てる分かるけども、もう負けてんの。今時点見ると分かりますけども、イランの圧倒的な能力でイスラエルの防空システムが破壊されてるわけだから、もうイスラエル丸坊主になっちゃってるわけ。ミサイルを止めることできなくなったわけ。そっから話が始まるんですよ。そうなった時にイスラエルはイランが撃ったと称して核ミサイルを自分の国に撃ち込む話なのよ。ね、要するに防空がもうダメだからそういうことを言っといてにしといてで、そうなってるんだけども、全然別のところからそのイスラエルが自分の国に、特に南部だと思うんだな、南部に核ミサイルを撃ち込んでイランが撃ったってやるんですよ。イランが撃った悪い国だと。またイスラエルは、ホロコーストでやられたと。で50年生き残るっつうんです。世界は同情しろと。でその時に核ミサイルを撃ち込むった時に、その過去ね偽装攻撃しろってやる連中をロシアが仕留めるって言うんですよ。30年前から私聞いてるのその話。ロシアの科学アカデミーの博士号を持った人が30年前ですよ聞いてるの。その通りになってますから。まさに今日なんかその通りだよ。今さっきねこれ始まる前に見てたら、いよいよ防空システムが機能しなくなったから、あともう一押しだわ。もう一押しだわ。すごいですよ。それが終わりますと何が起きるかっていうと、要するに力を持って悪党たちとね戦うみたいな、そんな勇ましいやつがみんな黙りこるわけですな。要するに自分たちも死んでしまいますからね。でその時にいよいよその今までの宗教の枠が外れるわけですな。なんかジハードやれとかですね、ユダヤ人はねキリスト殺しだからあいつは許さんとかですね、そういうこといまだに言ってやってんですよ。ジハードってのは言ってみれば禅の修行みたいなもんですから、自分の内面とのね悩みを良くすることが、それはあんた戦争で自爆攻撃で爆弾もね巻いて突っ込んでいけるわけですから、もう気違いですよ。ああいうことをね堂々と宗教指導者がやらしてんだから、もうねいい加減にしろですよ。2000年ぐらいねお前ら何やったって話でしょ。でももう今気が付いてると思いますよ。で結局だからそうなった時ですね、トランプたちはどうしようかしてかっていうと、西のエルサレム、あそこをこの3宗教の共通の聖地にするんですよ。エルサレムをもう一回。実は宗教の共存って世界は当たり前なんですよ。今我々ねキリストユダヤイスラム仲悪い、ヒンズーの仲悪いだから対立すると一般的に思うけども、世界行ってごらんなさいな。どこ行ったって平和共存してますから。ほとんどのところ平和共存してんです。ごく一部イギリスが後ろでさネジ巻いたとこだけね、なんか会計が出てきてテロリストが出てきて対立になっちゃってるんだよ。ほとんどは平和共存してますよ。もう世界は当たり前なんだって。皆さんもそうでしょ。お宅の宗旨なんですか。曹洞宗で、お宅は浄土宗、お宅は日蓮宗。今更喧嘩しないでしょ日蓮宗けしからんとかね、まあちょっと信仰団体のは別ですけどね、話しないでしょ。浄土宗と浄土真宗は喧嘩したとないでしょ。はっきり言ってお宅の宗旨はそうですからでしょ。世界は同じなの。こんなことぐちゃぐちゃ言うとかないんですから、はっきり言って。で今まではしかしその一番上のところでその諸宗教の統合をやる連中がみんな排除されていたのよ。一番上は戦争で金儲けをしようというディープステートだったから、平和共存やらせるやつをみんな排除してわざと戦争を起こさせたわけですよ。これを全部取っ払えばですね、元に戻るだけのこと、諸宗教が一緒にやっていこうってこと。だからその拠点が向こうはエルサレムなんですよ。もともとエルサレムってのはですね、トルコの時があったんですね。小アジア半島で大昔のまだ
大陸の形がこんなふうになる前、大陸の形が変わる前はあそこにあって、今のカスピ海とか、黒海はあれ昔その大きな海だったんですね、あれね。バンゲアっていうその名前のほら大陸、古代の大陸でしょ、超古代の。あの頃あの辺海だったんですよ。その頃だからエルサレムあって今の小アジア半島だったんだね。で今パレスチナ人来てますけども、ここにエルサレムって町があって、ここをだからその3宗教の共通の聖地にしようと。これがトランプの政策です。もう本当はできてるんです。はい。でそれを邪魔した一番最後のテロリストの片付け今まさに今目の前でやってるってことですね。でこれができましたらですね、中東は安定しますよ。イランももう一回アラビア半島と仲良くやっていく。もちろんアフリカのねリビアとかアルジェリアとかあの辺も一緒にやっていく。だからもうイスラム圏は一つきれいにまとまりますわ。でキリストユダとも仲良くやっていく。要するに信仰ですから政治じゃないんだって。信仰は別に鉄砲を持ち出す話じゃないでしょ、はっきり言って。信仰者がねそれぞれいて平和共存なんか当たり前のことなんですから、それができなかった。やろうということでございますよ。で実はですね、この話はやっぱり日本の歴史とも随分絡んでおりましてですね、今イスラエルでございますね。イスラエル人も日本に結構よく来るんですよ。普通の人たちはね、東京大阪京都よくいらっしゃいますけども、イスラエル人はちょっと違うんで、日本に来る時ね。おそらくに来ますけども、彼らが最初に行くのは輪島とかね金沢なんですよ。輪島金沢あたりにまず行きましてですね、それから飛騨高山に行くんですな。飛騨高山から降りてきてですね、岐阜県の八百津ってところなんです。ここはねほら第二大戦の末期にユダヤ人に通過ビザを出した杉浦さんだったかな、はい、外交官の方ね、あの方が生まれたところですね。記念館ありまして八百津に行くんです。それから淡路島行くんです。淡路島はユダヤ人のふるさとだと書かれるんですよ。どういう意味かっていうと、まさに今から5000年前ぐらいでございます。ノアの悪夢洪水ございました。その後ですね、生き残った人たちが立てこもったのが今のパミール高原のあたりなんですね。その辺からコーカサスの方まで立てこもるわけですね。高いところにですよ。で水が引く。水が引いた後ですね、もう一回物質文明を立て直そうと思っている人が西に行く。もう一回精神文明を立て直そうと思っている人が東に行くんですよ。西に行った人たちっていうのはあそこ降りていってイラクに行きましてシュメール文明を作るんですわ。シュメール都市文明。ここがこの立て直しの物質文明の一番初めなんです。シュメールが。でここからその後あそこにも行くしね、エジプトにも行くし、それでギリシャローマとなって最後はアメリカまで行くわけですな。これがその立て直しの物質文明の流れなんですよね。2003年でございましたか。アメリカがいきなりイラクに爆撃仕掛けます。あれは世界の人たちが世界の物分かった人たちが歴史は回ったと思った瞬間なんです。すなわちこのね立て直しの、物質文明の最初がイラクなんですよ。シュメールのね。このイラクを文明の一番後ろのアメリカがぶっ壊したわけですよ、爆撃で。すなわち物質文明は必然的に自己崩壊するっていうことは歴史ではっきりと見た瞬間だったんです。そうか、物質文明は必ず自己崩壊する。今回もそうだった。5000年ぶりに言ってみれば5000年3500年ですねぶりぐらいに本当にぶっ壊しちゃった。これはみんな分かった瞬間だったんです。やっぱり物質文明は自己崩壊という遺伝子から逃げられなかったんですよ。で東に行った人がいるんですよ。東に行ったですね。この中に古代ユダヤ人がいたんです。パレスチナから逃げてきた古代ユダヤ人はこの中にいたんです。これ全てじゃないです、いたんです。でこの人たちはですねどこにいたかというと、まずね中国大陸に行くんですね。で彼らが定住したのが河南省です。黄河の流域に定着するんです。いわゆる黄河文明って作った人たちなんです。よく中国人って一口で言いますけども、今の中国人と黄河文明の中国人は全然違います。黄河文明の中国人はもう絶滅したと言われております。本当のピュアな中国人はすっごい賢いまともな人たちなんです。四条通り商店街の歩道でうんこするやつじゃないな、はっきり言って。聞きましたな話。四条通り商店街のとこでさ、もう我慢できないね女の子がさうんこしちゃったと。
あそこ交番があるんでしょ、八坂さんの前に交番にねうんこしちゃったって言ったらね、うんこはね落とし物なんだって、おしっこしたらね軽犯罪法で捕まえられるんだって、うんこ落とし物扱いだから警察出れないと。そうか、じゃああれは片付けたら横領になるしな交番持ってったら2割もらえるんだね、うんこさ日本も相当なもんなんだって。そういう中国人じゃないの、はっきり言って漢民族のもともとのね、悪いけどね、そういう人たちじゃないわけ、はっきり言って。だから本当にですね誤解が大きいんだけども、四書五経とかね、ああいうものをお作りになり、それからあれです漢文ね、そして漢文のことですね、それから漢方薬を作った人たちなんですよ。河南省は漢方薬を作った人たちで、この人たちは大変高度な文明を持ってたんです。でこの人たちがなんかの教えていますかなんかで、東の方に蓬莱島って島があるんだと、ここが理想の島だからここに行かなきゃいかんだってなるわけですね。でこう次々渡ってくる、この最初に来た人が定住した場所が淡路島なんです。淡路島に定住するんです。でユダヤ人たちが、イスラエル人がここが我々のふるさとだって言うんです。淡路島不思議ですよね。阿波に行く道って書くんですあれね。だからやっぱり四国に何かあったんだろうな、あれな。四国に何かあって阿波に行く道だから、なんかやっぱね、前からね剣山とかよくユダヤ人来るけども、なんかあるんでしょうな、よく知りませんけども、そんなとこから日本はですね精神文明の都市として一番初めから約束された都市としてみんな来てるんですよ。しかしそれはね、あれまだ物質文明が十分に行き渡る前の日本列島の話なんですよね。ちなみにその話の後ですね、一回その大洪水になって、であれですよ、イザナギイザナミがねもう一回国作り直す話が出てくるでしょう。でその頃から大陸からどんどん物質文明が入ってくるわけですな。それこそ縄文時代の中ぐらいまでの、だから今の話は縄文時代の中期の話ですから、縄文中期のことありますからね。非常にまだ穏やかなんですけども、その縄文時代終わりになってきてそれから弥生時代になりますとですね、農業生産力の高い水田工作の連中入ってきますから、これがまた戦争の元なんだな。戦争の元になりまして、日本も随分争いが絶えないわけですね。例えば吉野ヶ里遺跡ってございますよ、佐賀県のね吉野ヶ里遺跡。あれ見ると分かりますけどもね、砦になってるんですよ、村がこう堀掘ってあってですね、砦になってるのあれね。要するに危ないわけですよ。縄文時代の集落とは全然違いますよ。もう縄文時代の集落はなんかそんなね砦みたいなのないと思いますけども、戦う城みたいになってね、あれ吉野ヶ里行くと分かりますけども、ああいう時代になっちゃったのね。でそれはどういうことかというと、やっぱ物質文明が発展するとですね、みんな日本にそれ持ってやっていくんですよ。いろんな農業生産が強い人、それから織物ができる人、鍛冶屋さん、いろんな人たちが日本列島にやっていくんですよ。でだから日本列島も縄文の終わりぐらいからですね、まさに多民族国家になってくるんだね。どんどん多民族国家になっていって、でもう一つ日本人って面白いのは、日本人は新しいもの好きなんだよね。だからね、新しいものできるとね、もう待った聞かないの。例えばね、皆さんスマホだって結構新しいのお使いでしょ。こんなにみんな新しいパソコンとかスマホ使ってるから日本だけですよ、はっきり言って。本当新しいもの好きで、アップルなんてね、リンゴも売ってないのさ、変な会社がさ堂々と銀座に店構えてるわけですね。恥を知れと思うでしょ、あんなね。何がアップルだ、あんなリンゴの黒いリンゴはどうするんだと。行きゃなんかね台があってスマホ置いてあるだけですよ。見苦しいって話ね。みんな誰も文句言わないですよ。アップルいいなとか言ってね。日本人ってそういうところがあるんですって。ビル・ゲイツだとかヘッタクリだとかね、岸からって言うんだけども、いや皆さんワードを使ってるんでしょ、パワーポイント使ってるんでしょ、あれビル・ゲイツとかね、ああいう連中が作ったやつですからね、あれね。日本人そういうとこあるんですよ。いいもの何でも取れちゃう、後ろからみんな来ちゃうわけ、はっきり言って。これこの国のね本当ね泣きどころなんだ。いいものが好きだからみんな入れちゃう。ジャズが好きだったらさ、低たらくのアメリカ人が入ってくるし、こんな韓流が好きだったらまたこれ韓国ヤクザが入ってくるし、それからねなんて言いますかね、変な食べ物ね、なんて言いますか、外国の怪しげな食べ物もねこう入ってくるわけですよ。何言いたいかと、この麻薬の類ね、
麻薬の類ね、外国から入ってくるわけですよ。国内で麻薬は作りませんから、外国から入ってくるわけですよ。もうね、大好きなね、後ろからとんでもないやつがどんどん入ってくる。だからこの国は物質文明が発展すると、それに伴っていろんな民族がやってくるわけですな。で、収集少なくなっちゃったのが中野大江の王子。その前の聖徳太子、中野大江の王子にいよいよ収集少なくなっちゃったわけですよ。もうでたらめ放題で。とにかく日本列島各地みんな蛮挙するわけね。自分のいいとこ取りしてそこを蛮挙して、でそこで生まれた国民はてか人はその庄園の主の奴隷なんですよ。戸籍ってものは昔ありませんからね。戸籍がないからその誰かの荘園に生まれた人はその荘園の主の奴隷なわけですよ。すごい時代になっちゃって、でまあ言ってみればその飛鳥時代ですけども、次々都が変わるでしょ。飛鳥時代ってみんなその豪族同士が言ってみれば牽制しちゃっちゃ戦っちゃってですね、で権力を取り合いしちゃうわけですね。めっちゃくちゃなんですよ。しかもこれみんな後ろに宗教ついてるんですよ。仏教だってね、そうです、あれ仏教あれ物教って書きますから、意味は物でしょ、あれ仏だから。要するに物質文明なんですあれ本当に。とにかくね、伽藍もでっかい仏像もいい、お経もね立派なお経、あれは物から入ってくるんです、そうじゃなくて。しかもね金を持ってたな、金を持ってる人がやってきて、日本でね言ってみれば経済活動をどんどん広げるわけですよ。決してそんなんたねチーンとさお線香立ててチーンとやって座ってるそんなんた世界じゃないですよ。もっと生々しい、今で言ったらね某新興宗教みたいなやつだな。実に生々しい、そういうのがどんどん入ってくるわけですよ。この国そういうところがあるんですよ。仏教だって今言ったものに好きだからどんどん入れちゃうわけですなあれ。でその子供入ってくるから俺に少し権力を起こせと戦いが起きるわけですよ。聖徳太子が一生懸命頑張って、聖徳太子はほら諸宗教ねみんなで頑張れて、みんな諸宗教の、融合を図るとするんだけどなかなかうまくいかないわけだなこれが。で三法を敬いって言うんだけども、その時に一つあったのは日本の基礎をどうするかって話なんですね。もうキリスト教まで入ってきてましたから、慶教という名前で聖徳太子のこれキリスト教まで入ってるんですよ。だからあの人は馬宿の巫女とか言ってさ、キリスト教も入ってるところわざわざ言うわけですな。で三法を敬いって言ったのは、あれは儒教仏教神道なんですよ。三法は決して仏法そうではなくて、日本を動かすのは儒教仏教神道、この3つでいくのは三法を敬いなんですよ。あれは実は今でも変わってないんです。今の日本人欠けてるのは儒教です。孔子知らないでしょ。孔子知ってたらこんなデタラメになんないですよ。政治も経済もこんなデタラメになんないですよ、あれはっきり言って。孔子の教えとか論語とか大学とかやったら絶対こんなことできませんから、こんなデタラメは。いつから儒教をやらなくなったかっていうと明治になってからです。明治までは神儒仏ちゃんとやってるんです。で明治になってから儒を外したわけ。例えば漢方医は昔は儒医って言ったんです。儒教のお医者さんなんです。全部だから基礎が儒教からあったのね。でこの儒教の教えに教育を受けて、その上に西洋の学問を乗っけた人たちが活躍したのが明治時代で、だから明治は結構華々しかった。ところが大正になりまして、明治からの教育を受けた人ね、儒教を抜けてんですよ。これやって結局昭和になって大戦争で終わっちゃったんだ。で戦後は神も仏も儒もないわ。神も仏も儒教も何にもない。で何やったのっていうと 3S でございます。セックススクリーンスポーツね。でこれも最近飽きてきちゃったよみんなね。何にもない。私の心は空っぽよって人ばっかりですよね。情けない情けない。聖徳太子見てみろ、神儒仏ってやり直せばいいじゃないですか。だからこういうことやってる人は大丈夫なんですね。自分の家にねそのお仏壇もあってですね、お花もねちょっとたまに入れてですね、お経の一つもたまにあげると、神棚あってですね神棚を拝むと。で論語とまで言いませんけども、例えばなんかそういうね中国の古典にね根ざしたような道徳とかやってる人はね狂ってませんでは。だからコロナ禍空っぽなんかなってませんわ。よくできてるんですよ神儒仏っていうのはね。だからなんか皆さんもよく分かんなかったら孔子でも読んでみたらいいですよ。
こうしても今いろんな本分かりやすい本たくさん売ってますから。江戸時代なんかね解釈書なんか一切ないからね普通はね。そのままさ漢文素読で読むんだね。で読んで分かんないからもっと読むってわけですね。1回読むんだけどもう2回読む2回読むんだけど3回読む何回読むんですか何百回と読めと。で何百回も読んでると分かるようになるって言うんですな。確かにそうかもしれません。でそういうぐらい困っちゃったのよ。でしかしそれ収まらなくて崇順天皇も殺されちゃった時ですね、もっと混乱していよいよという時に来たのが中野大江の王子天智天皇なんですよ。これ欅がすごいところであります。ここ欅行く道がありますね。この道ずっと今上り坂あるでしょ。あれね越えますとですね山科と行くんですね。山科降りてきますとね三崎っていうその地下鉄の駅、そしてあれがですね信号があって天皇陵が一つあるんですね。三崎って言うんですね。普通はね何々天皇陵って言うんですよ。何々天皇は必ずつくわけね。あそこはねただひたすら三崎って言うんですよ。あれが天智天皇のお墓なんです。今日もし晴れてたらね皆さんもう雨まだ降ってんな、もしあったらね行かれるといいと思いますよね。静かなところですよ。日本では神宮といったら伊勢神宮のことなんです。上何もつけないで神宮、ただ神宮といったら伊勢神宮のことなんです。三崎って言ったら天智天皇陵のことなんです。でこの人が日本の中興の祖なんです。だから明治以降の天皇たちも即位の時に神様にですね誓いの言葉を述べるんです。この中に必ずは出てくるのが天智天皇の御を見習ってという意味の言葉がちゃんと入るんです。今でもそうなんです。天智天皇の御のことを見習ってって必ず入りますからね。で何やったかというと要するに日本人やっぱ公平性が大事なんですね。公平に人々を扱って戸籍を作ってねその奴隷なんかならないようにしてで新しい政治を始めたと。しかしその時ですねやっぱり各豪族がおりますから一時天智天皇で収まるんだけどもまた大混乱が始まるわけですよ。でそのままこの奈良時代でございますよ。奈良時代なんかはですねご承知の通り大変国際的なね時代なんですね。東大寺のお寺さんだってあれ、楽慶法医はインド人の同士の方ですよね。あれねすごい国際的な時代で実はあまり収まるどころかですねますます混乱してきちゃったんでね。ほんで頃はですね中国もですねずっと隋唐でありますから隋唐っていうのは西に広がっていったんですよ。隋とか唐はね長安からその先新疆の方へ向こうから天然痘が来ちゃったのよ。だもんで奈良時代は天然痘がすごいんです。最近の研究見るともう人口3分の1になっちゃったとか3分の1になっちゃったとかいう話あるぐらいでね天然痘来ちゃった中央アジアから来ちゃったわけですよ。だから国際化になると必ずそういうことが起きる。ほんで奈良時代もめちゃくちゃになっちゃって最後の頃何せですね当時ね幕府じゃない朝廷運営してる人たちが次々に天然痘で死んできちゃう。次々に死んじゃうんだからすごかったね。でたたりだっつうんだけど天然痘ですからそう簡単にならないよね。それでもう奈良の都もやっていけなくなっちゃって次どうしようかってね京都なんですよ。藤原京とか長岡京行ってんで京都なんです。京都の作り方は面白いんですよ。天皇の都を作ったんじゃないのあれは。まず各宗教の宗教施設を作らせることは基本なんですよ。なんで人が争い合うのかとね。もうとにかくだからもう300年300年ぐらいだともう400年ぐらいですかねひたすら戦いですから日本は。戦いに次ぐ戦いでこれをどうするかって時にコペルニクス的な発想の転換だと私は思うんですよ。まず神々の共生を作ろうと。全ての神々神獣仏ね神獣仏がみんな平和共存できる町を作ろうって作ったのが京都なんですよ。決して国家の威信をかけて作った奈良みたいなこれ見よがしのでかい建物ではなくて要するにまずあらゆる宗教が聖地を持つように作ったのが京都なんですよ。だから今でも続いてるんですよ。1200年。そこに幕府がある時も離れる時もありますけども今天皇さん東京行っちゃったけどねとにかく続いてきたのはこれ諸宗教の都だからですよ。諸宗教の都こそエルサレムなんですよ。で794年ですね794年に桓武天皇がこれ一応幕府というか朝廷を移しますよね正式にね。でちょうどその時ですよ。794年って言いますと
一番初め天孫族が来た河南省からね。この人たちの作った本当の日本の中心が富士山の北側だったんです。今の富士吉田とか忍野村、あの辺りに天孫族の本当の都があったの。ところが不思議や不思議、この平安京を作ったまさにその年かそれからしばらくの間に富士山の割れ目噴火でみんな埋まっちゃったの。あっちがあれは不思議だったんだ。とにかくみんな埋まっちゃったの。埋まっちゃって今溶岩のうんと下ですよ。あそこお宮いくつか残ってるけども、で以来だから全て京都なんだよ。全てだからもう向こう埋まっちゃったから京都しか残ってないんですね。それがだから平安京なんですよ。で京都というところはだからそもそもやっぱりそのあらゆる神様たちが平和共存できる神呪仏が平和共存できる場所として作ってるわけね。だからかつては信長の時代にね、たくさんキリスト教の教会もできましたよね。まあその後潰されちゃうけどちゃんとあるでしょう。だから国家神道の激しい時代ありましたけども、まあ、それも終わってもうね今はちゃんとあるでしょう。全然揺らいでない。外国人たちも来ますよね。私に言わせればね、お寺さんは皆さんもっと来てほしいと思うんだな。地元の方は迷惑でしょうけども、なぜかっていうと来てここを理解してほしいんですよ。なんでこんなたくさんいろんなね宗主のお寺さんお宮さんが並んでてみんな幸せに平和共存してた。これこそ彼ら学べなきゃいけないことなんだな。世界中モスクってありますよ。どこ行ったってね、キリスト教のところはイスラム教のところはあれみんな同じ神様を拝む場所なんだよ。あそこはね、アラーの神様をメッカの方見て拝む場所。日本だったらね神社たくさんありますがみんな違う神様を拝んでんだよ。確かに天照大神とかね、そういうまあ一般的な名前の神様は確かに拝んでるんだけども、必ず地域の神様を拝んでるんでしょ。土地土地の神様、産業の神様、あれ世界ないよ。あんなの教会だってモスクだって世界中ありますよ。そのイスラム教のシナゴーグだってみんな同じ神様を拝んでますよ。あれが私間違いないお寺だと思う。最高神はあるけどもその土地土地に神いるでしょと。一応彼らの宗教の作りでは神は一応いるんですわ。聖霊というんです、ね、聖霊という名前でその根源子の下にいる最高神の下にいる聖霊は全部認めてるの。でも聖霊は拝んじゃいけないんですよ。酒造りの神様は拝んじゃダメ、京都の神様は拝んじゃダメ、何の神様は受験の神様は拝んじゃダメ。一切ねそういう最高神以外の拝んじゃいけないというルールなの。聖霊がいるから安心しろ。安心なんかできませんよ。例えばね一番分かりやすいのは必勝祈願ってやつですよ。戦いに勝つ必勝祈願ね。A さんと B さんが戦う。それで A さんと B さんにお見上がってですね、ぜひうちは勝たせてくれと拝むわけだな。でどっち勝つかほら一番決めてるからよく分かんないんだけど、それぞれ勝たせてくださいって思いをね言える場所がある。それからそんなもんないですよ。いきなり最高神でございますから拝めが思うほど不安になってきますよ。俺は勝てるのかな。最高神は何とおっしゃってるか、最高神の言葉なんか分かりませんからね。どこにいるかそれは分かんないんだから。イスラム教は確かだから死んでもアラーに会えないって話でしょ。最高神だからね。だから姿形を絵にしてもいけないし、まあ音楽となんか模様ぐらいなもんですよね。あれね不安でしょうがないですよ。私もねアメリカ人のリーダーシップの先生とか知ってますけどね、その方結構多国籍おやりになってね、日本人が一番しっかりしてるんだな、はっきり言ってずっと付き合っててですね、イスラム教徒の方たちとリーダーシップ堅持するとですね、すぐこういうんだって、いろいろ難しいね、もっと苦労してもまあ頑張ってさ組織運営しろって言うとですね、所詮この世はね意味がない、死んだところに意味があるかって本当にいらっしゃって、真面目にやんないことがあるんだって、リーダーシップを言ってましたよ。その方ねキリスト教ですけどね、まあ物分かりとてもいい柔軟な方でございます。その方もねさすがに言っとったな、もうこの世はしょうがないからあの世で幸せを売るなんて言われたらね困るんだと社内教育でね言ってましたよね。いやだそういうとこあんのよ。でキリスト教でございましたらね、自分は弱いものを救ってくれるって発想でしょ。弱いものの立場はね非常に微妙なんですよ。弱いから何とかしよう、公平性の原則みたいなのがね、弱いからってやりすぎになっちゃって逆差別なんでしょ今度はね。もうとにかくだから加減がよく分かんないの、はっきり見てるとね。
でとにかく不安になればなるほどですね、その神はあまりにも遠いですから物に頼るんですよ。どうしても物に、まずお金よ、名誉よ、ルール、これが神の代用なんですよ。日本みたいにですね、そこら中お宮さんがありましてね、お宮に拝めばね気が済むわけですよ。必勝祈願だって合格祈願だってね、晴明神社ってあるでしょ。運が悪くたら晴明神社行けと、ちょっと拝めとね、気が済むわけですよ。これがないわけ。そうすると金とかね、武力とか法律とかそこにみんな行っちゃうんですよ。見てくださいよ。だから法律はややこしいし、もう終わりなき戦いばっかですよ。あれはね、もう本当に私いて、お前ら2500年何やってたと、宗教指導者出てこいとね、2500年も経ってこのざまは何事であるかと私は本当思いますよ。本当にだから情けない話。やっぱり日本しかないと思う。日本はですね、すごい国で、今言ったようにそれぞれの神様いるんだね。拝むことはできるんだけども、いや日本の神道の極意はですね、いくら拝んでも本当その通りになるかどうかは最高神の判断次第って発想なんです。だからこの神がね、なんか金儲けさせてください、事業が成功させてくださいって拝むでしょ。拝んで失敗しても裏切られたとは思わないわけ。この神に裏切られたとは思わないんですよ。ああ、これがやっぱり神の意志なんだな、これで納得しちゃうのが日本人。納得しない人たちどうするかってですね、どうしても成功させてください、拝みますな、おみくじ引くのよ。おみくじをね、こういろいろバンってやったりさ、ね、パンと落として形になるでしょ。よくやってますよ、バンと落としてね。でね、京都出るでしょ。京都出たらね、もう一回行くのに社務所行って、でまた金払ってまたやるのね。でまたやるわけで、また京都出たらまた行ってですね、金払ってまたやってくるね。3回目に成功したら、あ、これだけお金払ったから神様も許してくれた、この話になるからね。もうね、漫画みたいですよ。もうね、中国のね、道教とかあの辺のお寺行ってください。みんなすんごい真面目に拝んでるから、必死になって拝んでるから、必死になってこのあれやってんだよ、占いを。お宮さんたち何をやってんのかねとね、この神にさ金をね渡してで見守ってくれたら大きなそんなはずないだろうって考えろと。もうめっちゃくちゃ、何これ2500年お前ら何やってたと、中国も本当に言いたいですね。だからその最高神はいてもそれぞれ司がいて、司の神様がいて、司の神様に拝んで、最後は最高神の思うがまま、言ってみれば天変地異が激しいから、この国はね、思ったとおりにならないことが多いわけですよ。それと合わさってね、神と人間の関係実にうまくできてるの。それぞれの神様がいてね、お寺さんでもお宮さんでも教会でもたくさんあってですね、例えば教会一つ取ったってですね、日本の牧師さん神父さんは日本の環境の中育ってるから非常にマイルドでいらっしゃいますよね。あんまり攻撃的な人いませんですよね。とてもマイルドですよね。だからこういう土壌がこの国にあるんですな。私これしか世界を救えないと思う。どっかで何かで私は世界が必ずこの国を見直す時来ると思いますよ。我々が伝えているもの、普通は我々が伝えてきたもの、ほとんど今我々意識しないんだけども、意識しない中で伝えてきたものが多分世界を救う、これしかないと思います。かつてアインシュタインが大正時代ですか、日本に来て、やがてこの日本がね、素晴らしい国が、素晴らしいものが日本にあるってことを世界を知ることになるだろう。あれがまさに今だと思います。とりあえず悪党たちは片付けした後が大変なんだ。どうやって成功させるか、裁くね、裁くをどうやって良くするか。神もね、決してね裁くにさし見捨てるわけじゃない。昔からずっと貧しい仕事をしてた。暑い砂漠でね、これ石油が出るわけですよ。石油が出るわけ。石油は売れるんですよ。それだけじゃない、この石油でもう冷房ができるのよ。石油を使って冷房すると中緯度地方、まさに日本とか東京とかこの辺り同じぐらいの気温になるわけ。そしたら西洋人と同じように事務仕事ができるんですよ。油が出た、これで油を売ってお金が入る。でもそれ以上にこの油で発電して冷房ができる。暑い国なのにここで涼しく仕事をして生活ができる。熱帯地方で冷房なかったら今世界どうなってると思います？冷房が一番大事ですよ、私に言わせれば。
冷房なかったらドバイなんか何が起きる？シンガポールだって何が起きる？100年前に戻っちゃいますよ。どうやって暮らした100年前って。あっちあっちっつって。どうやって暮らしてんだよ。あっちあっちっつって。あれに戻ったらさ、本当に彼らもさ、悲劇の賜物ですよ。いやですからね、ああいうのを見てるとですね、神は偉大なんですね。この人たちもちゃんと生きていけるように全部用意してるわけですよ。こういうのを全部もう一回見直して、それぞれの地域でそれぞれの人たちが成功できるのを全部やり直さなきゃいけない。もうね、今石油だけじゃなくていろんなものありますから、改めてですよ。とにかくもう世界中どこもグローバリゼーションに慣れてしまって、このグローバリゼーションで成功すること以外考えられない人たちが上にいるんですな。で、下がどうなってるかっていうと、優秀なやつみんなこっち行っちゃったんだよ。言われて仕事をする人がほとんどになっちゃったの。このボトムの方は。いやー、これは大変だ。日本なんかよりはるかに大変ですよ。で、やっぱそれは信仰の力がないと無理だと思いますね。さっきも言ったようにですね、もう今の科学がね、見直しになってるんですね。薬もなんかもういかんしですね。それからその UFO みたいなものあるって話になっちゃったら、今までのね、工学だってどこまでこれから役に立つか全然分かりませんわな。だから本当ですね、まあ一方でね、先進国がやるような AI だとか、それからその宇宙だとか、こういうものありますよ。ただそれはさ、便利だから使う程度ってもんでね、やっぱその地域の人たちが安心して暮らすためのもっと基本的なインフラで作んなきゃいけないじゃないですか。まずそもそもどうやって食料を作るかとかね、こういうとこ本気でやろうと思ったらですね、やっぱその土地とともにもう一回土地を開拓する。開拓して、で、土地とともに生きる人たちをそこで育てていかなきゃいけないんだな。今から50年ぐらい前だとですね、5、60年前ならね、本当に貧しい漁村でも山村でもですね、そこでしっかり子供を育ててね、子供がそこから育って立派な大人になってたんですな。よくまあこういうところで子供育ったなってことでみんな頑張ってましたよ。あれをもう一回やんなきゃダメだ。ね、不便であったからって別にですね、これでダメってことはない。多少不便でありましてもね、それぐらいであったらね、かえって今だったら都会の雑踏が来ないからいいぐらいのところあるわけですな。だからまあそんなことを考えると世界中本当にやり直しになっちゃって、例えば明治時代ですね、日本は開拓ってやるんですね。北海道とか、開拓ですね。あれ日本はね、もう明治になりましたら国家神道でございますから、神社の宮司さんってのはみんな公務員なんだね。宮司さんと根木さんとかで、開拓するときに必ず神社作るんですよ。神社作ってから開拓するんだね。それ朝鮮半島満州も同じでございました。お宮を作ってから開拓する。こういうふうにやっていくわけですな。やっぱああいうふうにやらなきゃダメだね。まあもちろんそのモスクとか教会もあるんだけども、どうもですね、建て付けそのものがですね、まあこう勝ち負けにこだわるところ、勝ち負けじゃないんだよな。自然の恵みをありがたくいただくっていうふうにしないとね。だから例えば神道なんかでね、お祭りあるでしょ。こう三宝って言いまして、竹で作った木で作った器にですね、高い器になんか野菜とか持っておくでしょう。あれ実は正面は人の方を向けるんですよ。はい。人の方に正面向けて棚に神床に乗っけるんですね。神に捧げんだから向こうに正面向けそうだと思うけど違うんです。人の方に向けるんです。あれは実はこれ全部神様からの恵み物ってことなんだよ。神様から恵みをもらってるって意味で正面を人の方に向けるんです。あの発想がどうしてもいるのよ。あれ向こう向けちゃったらね、神との取引になるの。これだけ差し上げるからね、なんかしてよと。意味逆転しちゃうんですよ。向こう向けちゃいけないんだから取引になっちゃうから。神は取引しませんから。恵む一方ですから。ひたすら恵む一方だから全部こっちに向けなきゃいけないわけ。こういうことを一つ取ったって神は取引相手とみなすから、まあ俺はなんかね、いくら寄進したとかなんか言ってね、それイスラムのキリストもそうですよ。もうそこに競うやつおるわけですよ。いやいや、どうやったらこの日本に伝わってきたこの素晴らしいものの考え方、哲学、歴史に基づいた成功が世界に知れるのかと、私は本当にいつも思ってるんですね。だからですね、観光も実はこういうことがあったんですよ。観光立国って実はあれ、私なんか当時のね、政府とね付き合いがある頃ですね、あれやったやつなんですね。小泉内閣の時なんですね。よく覚えてますよ。小泉内閣の時ですね、まあ当時小泉内閣の中に小泉政権の中ね、知り合いの有力政治家がいたんですね。でこの人がですね、いや小泉うまくいかねえぞと、
郵政民営化も流頭ダビになっちゃって他の開墾がうまくいかないと、もう小泉内閣も終わりだと、藤原先生なんか内閣を持ち上げていい方法ありませんかね。ねえ石破さんみたいに一人2万円配るとかさバカなことやんとさ怒られるだけでしょ。なんかないからってんで私は観光を出すとね。観光って言ったら当時二階さんの観光なんだな。運輸則でございます。もうバス、電車、飛行機、旅館、どんどん金を出す。これが観光なんだよね。金ばらまきしかないわけで、違うと、そんな観光じゃないんだと。観光とは光を見ると書くでしょ。あれもともと中国の古典で栗の光を見るって言うんですね。栗の光というものはその地域に暮らす人たちがその地域の衣食住を満喫して暮らしている、その土地の衣食住が素晴らしいと思って暮らしている、その姿があまりにもかっこよくて光り輝いてるんですよ。これが永遠の観光地の姿なんですよ。今ちょっと違うかもしれませんけども、ローマ行ってもね、ミラノ行ってもね、やっぱりその人たちはかっこよく暮らしてるんだよね。その土地の衣食住で。これが観光なんだから、観光イコール町おこしなんだと。この話をしたらスーッと通りました。一気に動き出した。あの時郵政民営化なんかね、金や太鼓でやれやれったってみんな動かないところですね。この話はスーッと広がった。だからこの国はですね、本当にいいものは誰も旗振らなくてもスーッと広がります。でその前なんです。ちょうど京都藤原学校で来てて、なんか予感がしたの。2002年ぐらい予感がしてですね、あれもしかしたら京都にたくさん外国人が来るんじゃないかと思ったんですよ。当時2002年ぐらいだと全然観光客いませんから、特に冬ね、全然いない。日本人もあまりいない。でなんか予感がしたんですよ。で京都で何ができるかってちょっといろんなとこ行ってみたのね。料亭行ってみたりいろんなとこ行ってみて、ああなるほど、京都は確かにレベルが違うぞ。地元のね京都藤原宿の皆さんと一回回ったことがあるね、1泊2日で。大名旅行っちゃ大名旅行なんだけど、とにかく京都でどこまで人々をもてなせるのかなっていうのをね見たことあるんですね。であれからもう23年、今やこんなに来ますよ。決して私ねビザ緩めると言ったんじゃないんですよ。ね、道端でね歩道でうんこするような人をね呼べとは決して言ったわけじゃないんでね。あれは全然別の人がやったんですよ。私決してね外国人呼ぶためにねビザ緩めるって一回も言ったことないです当時ね。あれ全然別の人がやったんですね。別の思惑ですね。なんでこんなやれことになっちゃってんだけども、しかし見てごらんなさい。外国人来てお宮でもおりますわ、龍安寺の石庭でも悟った顔してる人一人もいないでしょ。見てごらんなさいよ。お茶やったってそうですよね。ちょっとあぐらぐらい座らせてですねこうやって出すでしょ。いやね分かんないわけですよ。あれ抹茶を飲むだけなら机で飲んで同じだよな。あそこは一つの儀式で、あれ聞いたら本当はね、特に濃茶のですね作法ってあれイエズス会のミサの儀式なんだって元は。びっくりしましたよ。室町時代にイエズス会のミサの真似て作ったのはそもそも初めなんですってあれ。面白いね濃茶の作法ってね。でもなんかその作法自体が神様ごとで仏ごとでありますからね、そこまで全然いかないでしょ。それからお宮行って手を合わせてる言いますけども、分かったな分かったな顔してないでしょ。分かったな分かってないの顔してるんでしょ。伊勢神宮もそうですよ。行ったってほうはあ。要するに神や仏の光に触れてありがたいという肩の力が抜けた顔してる人もほとんどまずいないでしょ。それぐらいこの国の人たちは信仰は奥深いんですよ。何教じゃないの。神とか仏の光が入ってくるんですよ。なぜ入ってくるかっていうと、お祓いが効いてるからです。なぜ入らないかと、お祓いが効いてないからなんです。持ってるものが多すぎて、これで邪魔してるんだけ、理屈とかなんかが。お祓いかければいいはずなんだけど、お祓い怖いからしないんです、あの人たちは。お祓いがしないから最後は持ってるものが全部強制的に破却されるんです。だからどれでも何でも紙くずになって戦争を負けてめっちゃくちゃにならざるを得ないわけ。そんなもん自分から手放せばいいわけですよ。そうしたらお祓いなんだから。手放せないから生きる死にをかけて全部取り払いになっちゃって、それが今で起きてることですよ。愚かにも程があるぐらいのもんです。宗教指導者は何をやってるんですかということですけども、これは現実ですから大混乱はあるわけね。
で大混乱で持ってるものがなくなるからこそ神の光が入ってくるようになるわけですよ。いやだからホスピスとかね、ああいうとこいらっしゃる方、結構外国人でもね、静かにね安らかな方結構いらっしゃるじゃないですか。いや全部取れちゃったわけだから。でもさ、死ぬ前になって初めてじゃ情けないわな。元気なうちにね神の神仏の光を得ていかなかったら人生なんで生きてるかって話でしょう。これがこれからの課題でございますよ。そのなんか生きる見本みたいな日本なんだね。生きてる見本みたいな日本なんですよ。だから日本人はよく能天気って言われるんですな。能天気だと。要するにアメリカ人ヨーロッパ人みたいに理屈ばっか言わないわけですよ。契約書だってあるようなないような、まあ揉めたらその時考えましょうみたいなことでしょ。あれでは向こうでは契約書になりませんから、揉めた時に備えて書くのは契約書でございますからね。だからそういうところがもう本当にですね、まあ物の力で自分を守るしかないわけ。神は弱い者を助けるんだから、その全部取り払えばいいのに、そうはいかないの。ひたすら自分を守ろうとするからもうどうもなりませんですな。あれがなんか今回ね、みんなが仰天して持ってるのを手放すことがこれからどんどん来るんですよ。そこで世界は幸せなんですわ。だからやっぱり縦分けと申しましてね、辛い思いをする人もやっぱりいるんですな。今分かってる人はそのまま元気にいくわけ。分かんない人は辛い思いをして、で辛い思いの中で悟ってもらって初めて未来に行く。辛い思いってのは余計なものを持ってるから起きるんです。手放しちゃえばあんなもの。手放しちゃえば神の光しかないと。取れるものならもう取れるもの何もない。人に奪われるもの何もないってのは一番強いんだけども、それができない人が多いからですね、なんか困っちゃってんですね。今そういうところでございますよ。したがってですね、本当に日本はですね、これから世界の観光地になると思います。まさに日本の光を見に行くんですね。今ですからもう日本のものは世界中どんどん行ってますよ。食べるものがそうでしょ、漫画がそうでしょ、アニメがそうでしょ、それからお人形ね、フィギュア、あんなもう世界に広がってるしね。この間ドバイに行きましたらね、ドバイの本屋の中にね巨大な漫画コーナーがあるんですよ。漫画って書いてあるわけ、ローマ字でね漫画って書いてあって、で日本の漫画ね、ちょっと表紙なんかで向こう風に書いてあったらたくさん並んでまして、ものすごい広いの売り場で、さらにたまげたのは怪獣の着ぐるみ着た人が出てきましたよ、売り場の中。怪獣の着ぐるみ着たやつが歩いてるわけね、歩いてきたわけ。これ偶像崇拝禁止でしょと。もう関係ないみたいね、関係ないみたい、そういうことは。怪獣の着ぐるみが出てきちゃって面白いよな、みんななんか楽しそうな顔していましたよ。その人たちはだからなんかね、売り場に行ってる人たちはなんか険しい顔した人いなかったね。なんか穏やかな顔してましたね。あれがなんか本当の幸せなんだろうな。本当ですからね、我々が伝えたものを使わないから世界は復興しないですよ、はっきり言って。壊れるまではいいんですよ。もうドルがなくなった、減ったくなね、仕事がなくなった、それは神の光を入れるための準備ですから、そこまでは一気に行くわけね、今のやり方でも。その後ですわ、立ち直れないですよ、このままだと。何を信じていいかわからないから。もうだから金もねダメ、武力もダメ、それから宗教少子ダメ、あと家族できるなぐらいあるんだけど、ハッピーな家族はいいんですよ、幸せな家族は。そうでない人たちはね、それは助けにならないんですから。もう本当世界はめちゃくちゃになっちゃった。でもそれは順番に立て直すしかないかな。やっぱり日本はそれなりの役割を果たすことになるだろうと思っております。でだから京都なんかも外国人が来るんならそれなりに街を改造すればいいんですね。簡単なことですよ。例えばニューヨークだとかローマだとかパリもそうですが、あれは年間何十万人何百万人来ますから、受け入れられるように街の構造をちゃんと作ってあるんです。外国人がねちゃんと来れて、で地元の人たちの生活を守れるように。例えば日本なんかとね、もう最近も民泊ばっかで作っちゃってもみんな怒ってますけども、あれ世界中で起きてるんですよ、民泊の問題は。あれですよ、スペインなんかですね、いわゆる日本の民泊用のマンション禁止になりましたから。民泊マンション禁止だよ、スペインなんか。みんな怒っちゃって。外国人がたくさんいて、日本だけじゃないですからね、世界はもっと大変ですからね。いやだからね、とにかくこれ日本来ますよ、どう考えたって。みんな気づいてくると思うから、やっぱり新しい京都を作るべきですよ。京都はね、ご承知の通り幕末まではここにね二条城に将軍がいてですね、で御苑があったわけですね。屋敷ですよ、天皇さんの屋敷がいろいろありましたな。
でところが天皇さんが東京行っちゃったわけですよ。ですっかり寂れちゃったわけですな。寂れちゃって天皇さん民間にちょっと何とかしてくれって言うんでお金が降りてくるわけですわ。そのお金で作ったのはこの疎水ですよ。この疎水作るわけね。琵琶湖から水引いて。でまさにこの辺りですよ。水力発電所を作るんですよ。そこなんだよ発電所が。水力発電所を作ってこの電気でまず電灯をつけてそれから市電走らせるんですね。でこの岡崎あたりがこの京都の産業の新しい発展場所になったんです。近代産業の。そういういきさつで驚くながらですよ。その頃から歴史都市京都って話になるの。天皇がいなくなっちゃって言ってみればね、昔の抜け殻になっちゃったんだ京都が。今度それを生かして歴史都市京都って明治からですよ。歴史都市京都って話なんだな。だから京都の人はたくましいですよ。天皇行っちゃってね、金もらって電気引いてさ疎水引いて電気引いて歴史都市京都と。だから昔から歴史都市じゃないんだったら人工的に作ったんだよ明治の人たちが。その上に今我々歴史イコール京都みたいになってるわけ。京都の人たちは人騙すのうまいのさも昔から歴史都市みたいなこと言うけども、明治の人たちが食うに困って始めたんだから、この古い誰も住んでない家どうするか、抜け殻の屋敷どうするか、観光資源にしようってわけだよ廃物希釈でさ、なんかぶっ壊れちゃったお寺の跡とかどうしようか、歴史都市京都だといいじゃないですか。たくましいのこの国の人たちは。今ですから考えてみるとですね、景観の復興とかいろいろやってますよね。でもそれだけじゃダメなんだ。今の人たちが働ける場所を作んなきゃダメだから、歴史都市も結局その中で今の人たちが働けてお金儲けるような仕組みがなんないとそれ絶対ダメなんだな。ただ物作るだけダメですから。だからこれからはですね、その信仰を基本にしてね、やっぱり歴史の重みの中で未来を作っていったら京都はとてもいい位置になります。いい位置にあります。一方どうもならなくなってるのがやっぱ東京ですよね。ひたすらほら便利だからみんな集まっちゃった。信仰ゼロ、便利だから集まっちゃった。みんな高い、相場大暴落したら一銭も残らない。日本にたくさん外国人来てるけど、あんな簡単なとこ追い出しちゃうの。ドル紙くずにしてるわけ。みんな帰りますよ。中国人だってなんだみんなドルで来てんだから、あれ全部紙くずにしてごらんなさいな。みんなたまげて帰っちゃいますから。全財産なくなっちゃうから。だから掘ったんだってみんな。最後ドル紙くずにしちゃえば全部整理つくんだってあれ。だから相場だって掘ってはんねんあれ。持たしてさ、最後だから改心できないやつはみんなね、ドルと金と土地に行くようになってるわけよ。を見てて、全部整理ついたらこれ最後バーンと落とすの。これ全部きれいになって完了ですわ。それはウォール街の世界してるから見りゃ一目瞭然ですよ。要するに一番悪いのウォール街なんだもん。どうやって決着させるかずっと見てんだけども、いや知らないですよ。みんなこうね、改心できないやつはみんなここに集まっていくんですね。ドルと金と土地に。でこれ最後ボーンと落としてで完了ですよ。で亡くなった人たちの中でまた神の光を入れる人いるでしょ。だからそれはそれでいいわけですよ。すごいことだ。これがあと1年ぐらいじゃないかな。だってもう今日ほらね、昨日今日でイスラエルも片付いちゃってさ、イランは国広いですからね、なんとかなんだけどイスラエル国狭いでしょあれ。今もうなんか第3波攻撃はミサイル2000発ですよ。イランがミサイル2000発になっちゃって、でアメリカも全然多少イスラエルを助けるふりしてるだけで何もしてない。でイランの方には中国もロシアもパキスタンもインドもついてますから、これはもうイスラエルなんかさ、もう勝ち目ゼロですあれね。いやすごいですよ。こんなのなんか聖書に出てくる話が今起きてるわけですな。でだからそれを挽回しようと核でね偽装攻撃やると、それもロシアがちゃんともう見てるから、もう無理だわな。だから本当最後ってあっという間ですね。30年前に聞いたイスラエルの最後の話がまさに今日はその話ですよね。あれで見てるとね、だからいつが来るんだなといつも思って見てますね私も。だからでもそうやって結局物質文明の限界が来る。そして物質文明は必ず最後に自己崩壊してしまうんですよ。物質文明は必ず自己崩壊というプロセスがあるんです。どんなに金の力で盛り上げても必ずバブル弾けて自己崩壊するんですよ。金だったってその金で仏像を作って拝んでる人なんてまずほとんどいない。信仰ゼロの金なんてなくなるに決まってるんですよ。でも金の現物すら持ってない人が多いでしょ。みんなそうやって土地もそうですよ。土地使ってないのにね、人
人に貸して金儲けする、金儲けだけで土地をさ俺のものだって言ってますから、あんなもん残るわけはないわけですよ。いやだから本当に我々昔からね予言だとか聞いてる話が目の前で毎日毎日展開してますよ。さっき私もここでよくスマホやってたでしょ。もうだからニュースが面白くてしょうがないんだね。ツイッターでさ、こんなことすごいなすごいなと思いながらさ、やっぱり世の中動きますわ。まあいい時代に向かってますから、皆さんそれなりに考えていただいたらそれ全然問題ないと思いますよ。それでさっきの健康のことでございますけどもね、まあアメリカはだから今までの行き過ぎた近代医療ですか、行き過ぎた近代医療は全部取り払う。そうするとこれからはですね、いかに普段からその健康を守るかですね。だから食がまずそうですね。食をしっかりしなきゃいかん。それから病気にならないためのね、いろんな施策ですね。手術の国も含めてですね。あと漢方みたいな近代医療が終わった後、本当に病気を治すための処方とかね、こういうのも全部必要になってくるでしょう。だからやっぱり我々は学ばなきゃダメですね。知らないと漢方薬でわけわかりませんから。CS60も知らないからそれっきりですから。他いろいろありますから。それから食べるのもそうですよ。今米高いけどね、あれなんで本当のこと言わないのかと思うんだけども、あれはね、美味しい米があまりにも不作だったんです。2年前ですよ。2年前全体の作柄は平均からちょっと割る程度だったんですけども、一等米とか特 A の美味しい米が全然取れなかったので、取り合いになっちゃった。で2倍になっちゃったんです、値段がね。だから安い米いくらでもありますよね、鶏が食うようなでもあんなもんなんかいくら出したってまずい米だから、それは店出せませんよ。アメリカ米だってね、本当に美味しかですね、みんな取り合いになってますよ。業者の人たちははっきりしてますよ。米は値段と味ですから、味と値段で決まるんで、輸入米だって美味しきゃそれ高値でみんな買ってきますよ。ところがまずいからさ買わないから安いだけのことよ。安い米なんかいくらでもありますって。本当にここ米だけじゃなくてね、昔のタイ米もそうよ。いくらでもありますよ、安い米なんか。問題はうまい米ですよ。これが全然少ない。で今米農家どんどん減ってきちゃった。で4000でもね、5キロ4000でもさ厳しいってぐらいになっちゃった。でもあれ例えば自然栽培ですね。自然栽培やっておりましたらね、まずその肥料がいらない、農薬がいらない、器具もあんまり使わない、安くできるんですね。だからもう自然栽培しか多分ないと思うな。田んぼから始まって畑もそうですよ。今までのね、その農業のように機械とか薬とかあんなもんばっか使ってるのはまあダメですな。大体皆さん農水省何してるんだとおっしゃいますがね、農水省の政策は別に消費者だけ守ってるんじゃないんですよ。あれは農薬屋さんや農機具屋さんや肥料屋さんも面倒を見て守ってるのが農水省なんですよ。決して消費者のためにやるんじゃないですからね。消費者も一部入ってるんだよ。だから農薬なくすことできないですね。農薬会社守ってる農水省だからね。めちゃくちゃでしょこの国本当ね、めっちゃくちゃなんで、なんかバランス取ってやったつもりがバランスがしっかり崩れてるわけですよ。もうだからそういう仕組みだから農水省が何もできないですよ。農薬会社だって農薬ないで売れなきゃ潰れるって面倒見にいけないから、もっと農薬使えって言うしかないでしょ。で今回だから農業倉庫だな、ここ米と入れてて農業倉庫の米出しちゃったから早く入れろって話で次の米買って、農業倉庫を守るのも農水省の仕事なんだから、もうねめちゃくちゃなのあれ。厚労省もそうだよ。あれ患者だけ守るんじゃないから、医者守るのも仕事だから。学校もそうだよ。生徒だけ守るの仕事じゃないから、学校経営者守るのも仕事だから。だからみんなそうなって日本の役所ってのは決して消費者のためにやってじゃないですから。消費者も一応範疇に入ってるんだけど、一番クレームつけないのが消費者なんだよ。消費者団体がいきなりね、言ってってか、消費者団体はもう政治のもんですから、皆さんいきなりね農水省行ってあんたね米高いという場所ないでしょ。だからあいつら普通に仕事すると消費者は全部後回しになるんですよ。何でもそうですね。これも全部変えなきゃいけない。でもう私もね、もうずっと言わないだけでですね、あの世界はまあちっちゃいおるんですよ。付き合いが結構ありましたし、今でもありますから、絶対に立て直せないから心配しないでくださいもう皆さんがね真面目な医者ならもうホスピス行きです。もうホスピス入ってますあれね。無理です。で昨日実はですね、私
もう下関にいたんです。下関っていうかそうですね、山口県にいたんです。大室さんの実家見てきました。明治天皇の入れ替わったでしょ。大室忠之助明治天皇になりますが、大室さんの実家見てきた。そのそばにですね、ここで明治維新の誓いを立てたっていう神社があるんです。そこも行ってきました。面白かったね。あんまり言いません、場所は荒らされると困るって。いやそんなこともないんだけども、高松八幡宮って言うんですね。探すとありますよ。田臥のあたりだな。田臥ですわ。高松八幡宮ってあって、見てきました。非常に私印象深かったですね。あれがやっと終わったんだと。要するにもうイスラエルもいよいよアウトですから、イギリスがアウトなんだね。バチカンもアウトよ。でワシントン DC もアウトよ。でシティ・オブ・ロンドンもアウトよ。終わったんだと思って、あの時だからこの連中が日本に攻めてくるわけですよ。どうなんなくなっちまって明治維新やるわけだな。天皇入れ替えたりして、えらい努力をしてですね、当時の人たちは頑張ってやった。しかしめちゃくちゃ多くてですね、この150年日本もえらいことになっちゃった。その時に表にいたのが裏に回っちゃったのは京都なんですよ。ね、東京東の京が出てきちゃった。それ悪いとは言わないんだけども、時代の変化ですから、結局東京150年やってみて全部すっからかんになっちゃったの。皇室だって見てください、なんか大騒ぎね、佳子さんだなんだかんだ言っても、あれじゃね芸能界でしょ、あれじゃ天皇家は持つわけないよねあんないじくり回しちゃったらさ、続けたいならもっと静かな場所にいてこらなきゃ続けられないんでしょ。週刊誌ネタになっちゃってさ、だからもうね、続けることが目的だっていうならね、やり方変えなきゃダメですよ、はっきり言って。それでやっぱりもう東京は信仰のない町だから、金があればあそこに行け、金なくなったら入れない町でしょ。あれは全然持続可能性がないですな、ああいうところは。でだからそのね、始まりがまさにその薩長がね出てきまして、京都の町を乗っ取って徳川さんも追い出して、天皇さんも東京連れてっちゃって150年やってみた。で東京政府はもう完全にこれ腰が抜けた、おしまい。やっと戻ってくるんですよ、ここに、東のエルサレムに。信仰の中心なんですよ。多分天皇さん持ってくるんじゃないかと思うよ。家がね、天皇制はどうなのか分からないから、家はこっち持ってくるんじゃないかと思いますよ。向こうはいらんないと思いますよ、はっきり言って。これからいろんなこと暴露されるから、だから明治以降の全ての秘密はこれ明らかになりますから、ちょっとあそこはもういられないと思うな。したがってこれから本当ね、考えなきゃダメですわ。今だからそのね、本来の神の光を得ることを邪魔してたものがどんどん取り払われていきます。もっと明るく温かいものがあるわけだから、その時代、これがそういう時代なんですよね。地上天国という人もいますでしょう。その通りと思います。ですから皆さん頑張ってね、やっていきましょう。京都はだからとても大事な町になったと思いますよ。で健康のことを一つ取ったって学ぶこともたくさん多い。もっと学んでもっと行動しなきゃいけない、こう思ってございます。じゃあご質問の時間にしましょうか。2つ質問をさせていただきたいんですが、私、今外資系の食品メーカーに、勤めておりまして、はい、今日いただいたこのチョコレートとは、正反対の、添加物たっぷりのチョコレートなどを販売しております。で、冒頭と最後の方に健康に関して、薬と食品の添加物がこれからなくなっていってオーガニック化していくというお話がありましたが、食品メーカーに関して、添加物がなくなってしまったら今のようにコモディティな商品っていうのは、なくなっていくのかなと思っておりまして、うちも含めて、競合のメーカーも、そういったものが出せないふうになってくるかなと思っております。で、健康に関してはすごくいいことかなと思っているんですけども、リーズナブルに、ちょっとした楽しみを与えているという、思いで、今働いているんですけれども、そこら辺のところ全くなくなって、食品業界というのが変わってしまうのかというところをお聞きしたいというのが一つと、もう一つが、外資系の企業に関して、アメリカを中心に自国優先主義というのが、進んできている印象があるんですが、外資系の各国の法人というのは、もちろんそのローカルに浸透している度合いにもよるかと思うんですけれども、これからどうなっていくのかというのをお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。まず添加物は全部ダメってわけじゃなくて、安全性の確立されたものはいいですってことですね。安全性の証明がなくて昔から使ってるから使いましょう、これはダメなんだと。で何かの学者さんが安全でいいって言ってから使ってる、これはダメなんだと。
要するにちゃんと安全性が実証されたものを使うってことだから、決して全部なくなるわけでもないんですよ。でだからそれはやっぱり使えるものと使えないものがはっきり分かれてきますから、使えるものを見て考えるでいうことですから、全部なくなるわけじゃないですよね。2つ目の外資系についてはですね、非常に難しくてですね、やっぱり今ですね、会社の経営やってるのはファンドなんですね。ですからどんな事業をやるかについて何の興味もないんですね。今年儲かるやつに金を振り替えますから。だからどんなにその仕事が大事でも、そのファンドの投資家にとって利益が出なかったらもうすぐ売っちゃうとか閉めちゃう。だからめちゃくちゃになってるんですね。だからね、外資系ってのは結構それに強烈なんですよ。だから外資系の未来は本当にわからない。どんなに素晴らしい発展的な業界であっても、その一部分ここが儲かんなかったらさっと閉めちゃって売りますからね。だからその投資家は何考えてるかって外から分かんないでしょ。実にだから長期展望を持ちにくい環境であることは世界中間違いないと思います。はい、それが実態だと思います。今現在一番の自分が思っている問題っていうのは反日国家である中国共産党というか中国人が、在日中国人が100万人もう帰化している元中国系帰化人が20万人っていうふうに聞いてます。で国防動員法っていうのが中国はありますから、有事の際に国防動員法が発令されれば、その120万人が同時多発テロを起こせば、警察官25万人、自衛隊25万人では全然対応できないと思うんですよ。だからこの中国人っていうのが一番の問題だと思うんですが、これを排除するにはもうすでに議員とか官僚とかすごく春秋されてると思うんですけども、これを排除するにはどういうふうにされるか。簡単です。ドル紙くずにすれば大丈夫です。そのドルをもう彼はほとんどドル建てなんです。あれ財政日本にいても。そうなんですか。そうですよ。見てくださいよ。ほとんど外資系に預けていてドル建てなんです。でドルを紙くずにすると中国人守ってる諸団体はみんな倒産します。もちろんアメリカ側も倒産するけども、彼らも思いっきり倒産しますから全然大丈夫です。どっか行っちゃいます。だから世界はまだ割と余裕で見てる中国人のこと。最後ドル紙くずにした時に全部消えますから。ディープステートだけじゃなくてあいつらも消えるから、だからみんな安心して見てるんですよ。土地もいっぱい買ってるのも全部消えるっていう。売っていきますよ。今日の飯食うために。そうですか。全部売り出しますよ。中国人は売るの早いですよ。いやだから世界は割とこの問題については日本以上にもひどい国が多いんですよ。中国人入ってきちゃって、緩やかに構えてもそれが最後で全部整理すること分かってるからですよ。はい、もう一つ言うとですね、そうですか。トランプはまた別のことを考えてるんですよ。共産党の次の中国をトランプが作ろうと思って今新たに50万人ぐらい中国人の留学生受け入れようとしてます。排除してるんじゃないんですか。排除するやつ入れるやつがいるんです。でたらめなやつは共産党をべったり追い出してこれからの中国に担う中国人に入れようとしたんです。それはですね、明治時代に清国の後を作ろうということで孫文日本に呼びますよね。で原用紙を呼んで、で孫文たち日本で育って彼らが中華民国で新学区もやるでしょ。あれトランプやろうとしてますよ。だから共産党の後の話も進んでますよ。で今もう習近平もいるんだかいないんだかって状況になっちゃって、さらに共産党の力もほとんどゼロですからね。実はそこまで進んでるんですね。藤原先生の話は明るくて、未来に希望が持てているので大変ファンです。ありがとうございます。で私も未来は明るいと信じているんですけれども、一応私神職をしてOriまして、はい、神の光がですね、皆さんのお心に届くようにと、神道をねことあげせずの世界でみんな何も言わないんで一人でわーわー言ってるんでございますけれども、今そういうふうなその日本人のその精神世界というかスピリチュアリティみたいなことに関心を持っている方々が増えているような気がしていて、それは大変私は喜ばしいことだと思っているんですが、本当に何を信じるか
というところで、どうしてもこの YouTube とかああいうところの情報過多になっているところで、一体何を信じたらいいのか分からなくて、でさらにこの潜在意識の書き換えだとか、波動のああいうなんか量子学とかっていう中で右往左往してる人々も激増中というふうに私は見ているんですけれども、この後玉石混合のスピリチュアル業界がどう収まっていくのかというところの先生のご意見をお伺いしたく、よろしくお願いいたします。YouTube とかですね、ああいうのはやっぱり広がりがあるんですね。はい。だから裾野を広げる効果があります。玉石混合だけど、しかし残るものはもう残るものしか残りませんから、変なのやっぱ消えていくんですね。だから時間とともにまともなやつに残ってきますから、その間はいい悪いっていうよりもみんな一生懸命やってみて、で結果的に残ったものは残る、それこそ数年かかるでしょうけども、それで十分だと思いますよ。なるほど。はい、でそれが、先生が今日お話しいただいたその、社会が大きく変わっていくのと同時並行的に行われていくという。同じことが戦後に起きたんです。戦前の国家神道崩壊してですね、でその皆さん心の中空っぽになっちゃった。新興宗教たくさん生まれますでしょ。それから倫理法人会もそうでしょ。ああいう人たちが戦後の一時期を日本の精神科医リードしてきますよね。今もそういうふうになり始めてるんです。ですから歴史はもう一回繰り返していきますから、やっぱりなんかその立派なお弟子を育てたところがまともなものとして続いていくわけですね。一般のお弟子がないところはやっぱりね消えちゃいますよね。そういうことだと思います。はい、最近ネットニュースでアレルギー持ちの方によく処方される薬が保険適用外しというようなことを見たんですけれども、それを見たときに、根本的な原因だとかそういったものに目が向けられるようになればいいなと思っているんですが、このニュースの背景というかどのような流れになっているのかなっていうのをちょっとお聞きしたく思います。今トランプ政権がですね、効かない薬を排除する、効かない治療法を排除する方針が出たんです。だから例えば一番精神科の薬で効かないと、だからその薬やめなんですね。だからこれからはあらゆる分野で効かない治療、効かない薬は廃止です。その流れだと思いますよ。はい、ということはもう今このように保険外しになる対象となっている薬はやはりもう効かないとか副作用が大きいとか、何か理由でもうやめてもいいっていうことだと思いますね。いい流れですね。はい、ありがとうございます。先生以前どこかで昔は神の存在を信じてなかったけれども、その数式を解いていってしたら神がいるとしか思えないっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、数学とその神がどうつながるのか、ちょっと文系の人でも分かるようにちょっと。私文系に教えてたんです。そうなんですね。文系に数学を教えてたんです。例えば確率とか統計に無限って出てくるでしょ。はい、無限大ね、はい、あれ神隠してるんですよね。無限大無限小って無限に大きいってどれぐらい大きいかって分かんないでしょ。その時に神がいるんですよ。でそれを神って言わないで無限に大きいとか無限に小さいって言ってるんですね。あれ実際歴史的に神を隠してるんですね。そういう人たちがやっぱりいたんですね。300年ぐらい前かな。神を隠してたんです。神が出てくると微分も積分もできなくなっちゃうんですね。でしょ。神が出てきたってそこから全て終わっちゃいますから、この議論は。例えば微分とか積分やってね、建物作る時に神が出てきちゃったらそこから計算がそこ止まっちゃうじゃないですか。神出てくると困るわけですよ。で神を出ないようにして初めて今我々ね、ああいう数式は安心して使えるわけですね。でやっぱりいいことも結構あった。でもその神隠した後はちゃんと残ってますから。それがその無限大っていうことでに置き換えたっていうことですか。いやだから自分でね、数学はあれは5年ぐらい足してやってたんだな。毎年こうね国名書くでしょ。これどう見ても神隠してるよなと思ったんだよね。だから神と話してみたくなった、それだけのことですよ。私ちょっと農業の方にすごく興味があって、先生先ほど言われましたけども、今の農業の在り方はもう全然良くないということで、自然農法の方に移行するとおっしゃってましたけども、水一つにとっても水はすごく汚染されてます。PFOS、PFOA 問題とかいっぱいあります。それとかいろんな化学肥料を使って土地が痩せてます。土一つとっても全然痩せた土です。昔と全然違います。こういう状況の中で自然農法はどういうふうに
やっていったら成功するんですか？まず土をしっかり発酵させることですよね。土の発酵をしっかりやると、それこそ放射性物質の安定物質に変えちゃうぐらいですから、いかに土を発酵させるかでしょ。あれだからそういう危険物質も、いわゆる危険物も土の発酵によって本当に消えてきますから、土の発酵を維持することが農業だと言って全く間違いじゃないと思いますよ。はい。土地を収奪するんじゃなくて、土を豊かにすることが農業ですよね。だから特にね、研気発酵するんですよ。土の表面じゃなくて土の下を発酵させるんですよ。そうすると鉄の棒がいきなり1メートル50から2メートルボーンと入りますから、そういうふうに持っていくんですよ。そうすると摩訶不思議、その土の危険物質が本当測ると消えてたりするんです。それは、どれくらいの時間がかかるんですか？例えば福島でね、はい、放射性物質の分解やった時は3日、3日上15センチ酵素水巻いて、上15センチを、公転するトラクターで、これを1日3回、3日目にドンと落ちました。やり方一つ、それ酒屋さんの技術です。そうですか。酒屋はほら後期発酵、それから研気発酵、あれ得意でしょ。特に研気発酵は難しいんですよ。土の下の空気が入んだところ、こっち発酵させると一気にそれ毒物消えていくんですよ。すごいですよ。このポイントです。そうです。こういった情報っていうのはやっぱり広めることは難しいんですか？いや、聞かれる私あちこち行ってて、ホームページもありますけどね。そうですか。はい。福島のことのね。わかりました。はい。2つ聞きたいことがありまして、一つは、今投資の時代だって言われてるんですけれども、投資。はい。いや、聞いたことないです。あ、そうですか。で、先生がおっしゃる、ドルが紙くずになるいうことなんですけれども、それがどうもイメージがピンとこないんですが、お金がそうやってもう紙くずになってしまったら生活どうなるのかなっていうのが終わりです。でその先、そうしたらどうやって生きていくのかなっていうのが。頑張って生きるんです。戦後みんなで頑張ってきたでしょ。ああいうふうにやるんです。円は大丈夫です。円はドルがやばい。そうです。あと一つ、日本人が1億2000万人いる中の 3%360 万人が覚醒するから大丈夫だっていうことなんですけれども、どのようにすれば覚醒していけるのか教えてください。本人次第です。だって本人が神の光に入るかどうかだから、全部本人次第です。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。